はい、こんにちは。写真家のシュウです。Welcome to 5 Minutes Friday っていうことで、毎週金曜日はね、ここで僕今クルーズ船の上で生活してるんですけど、それを含む旅する人の生活の日常とか、あとは撮影した写真の中から何枚か選んでそれを紹介しながら、その裏に隠れたストーリーを紹介したりとか、そんな場所にしてます。ということで行きましょう。今日のタイトルは世界から隔離されたクルーズ船内での生活の様子ってことなんだけど、いろんな人から Facebook とかでもクルーズ船の中どうとか大丈夫ってすごい心配のメッセージをたくさんもらってるんですけど、そんなこともあってこの動画を作ろうかなって思って、大きくやってること6つに分けたんですけど、1つ目は動画の勉強をしてます。で、僕は写真も YouTube の動画を見て覚えたんですけど、動画ももっと高いクオリティで作れるようになりたくて、でそのためにオンラインのコースにサインアップして、今勉強中です。でこれフルタイムフィルムメーカーっていうパーカー・ワルベックさんっていう人がやってるオンラインコースなんですけど、登録するのに日本円で10万円ぐらいかかる結構安くないコースなんですよ。でもね、オンラインで離れて自分の好きな時間帯で動画を見ながら自分の学びたいことが学べて、で実際にこれサインアップしてみて本当驚いたんですけど、内容がすごいたくさんあってね、結構動画見たと思うんですけど、それでもまだコースの 8% ぐらいしか終わってないみたいなんで、これを毎日動画を見ながら勉強してます。で次にスペイン語で、スペイン語も全く喋れない状態なんですけど、いろいろこれまでに旅もしてきてね、南米はまだ全く行ったこともなくて、どんな場所か見当もつかない未知の場所だから、でどうせ南米に行くんだったらやっぱりスペイン語っていうのは絶対に喋れたらいいなと思って、これも YouTube の動画とか、あとスマホのアプリを使いながら独学で勉強してます。Ayuda. Gracias por tu ayuda. ¿Qué piensas?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  で3番目は写真と動画の整理と編集。写真はだいたい撮ったらもうその日に俺は編集っていうかね、全部リタッチとかロー現像しちゃう人なんですけど、だからそんなに溜まってる写真の現像とかはあんまりないけど、今やっぱずっと旅をしながら撮った写真もね、国ごとにただ1個の国のフォルダにポンって突っ込んでそのまま放置してる場合とかもあって、で実際整理始めてみたらかなりごちゃごちゃしてて、そこ今たっぷり時間があるからゆっくりとね整理してます。あとはこういう動画を作ったりね、編集したりとか、今までの旅の動画もちょっとずつ編集手掛けたりとかしてます。4つ目はプールとジム。やっぱこれねすごいありがたいと思うのが、もし家にロックダウンってなったら、散歩してもいいよって言われても、でも普段ジムに行ってる人だったらジムに行けなかったり、あとプール行ってる人もなかなかね、こういう時期だとプールに行けないけど、クルーズの中にはねプールもジムもあって自由に使わせてもらえるから、だいたい1日に1時間半とか2時間ぐらいかな運動してます。やっぱ運動すごい大事だなと思いますね。朝ちょっとストレッチでも何でも体を動かしてからやると、こういうパソコン作業の集中力もすごい増すし、あと旅する写真家って言ったらいつも重い機材をね背中に背負って、で重いカメラを常に持って長い距離歩いたりとか、今はしてないけど、これからまたすることになるので体力づくりもしてます。あと5番目は次の旅の目的地の下調べをしてます。さっきね南米に行きたいって話をしたんですけど、南米のことも調べたりとかで、僕東北の仙台出身なんですけど、やっぱ東北って外から見てみるとやっぱりあんまり目立たない場所でもものすごい魅力がたくさんある場所なんですよね。でこれからちょっとずつ写真と動画で東北の魅力も伝えていけたらなと思って、で今年は10月11月で岩手を散策しようかなと思ってる。もしこのビデオを見てる人で岩手に詳しい人いたらぜひね、おすすめのお店でもいいし、どっちかっていうと地元の人しか知らないすごいおじいちゃんとか、あと、地元に住んでるアーティストとかね、面白い活動をしてる人とか、あとは景色のいい場所とか、そんな情報もしあったらぜひ教えてください。で最後6つ目はインスタの強化をしてます。でこれ船の上の Wi-Fi の値段聞いたらびっくりすると思うんですけど、なんと600メガで40ドル、アメリカドルで
だから600メガ日本円で4500円とか、5000円までいかないかな。でもとにかくめちゃくちゃ高くて、だから普段あんまインスタとかちょっと更新できてないんですよ。インスタも自分の作品を見せる場所としてすごい大切にしている場所の一つなので、それをもうちょっと強化してます。で実際に何をしてるかって言ったら、毎日写真をポストする以外に今はほとんどの場所でロックダウンでみんな旅に出たくても出れないじゃないですか。だから俺今までに行った国何カ国だっけな、40カ国くらいあるんですけど、その今まで旅してきた国をストーリーで毎日1日1カ国紹介してます。でこれもよかったら下にリンク貼っておくのでインスタチェックしてみてください。こんな感じで6つのタスクを主にやってて、で一つ気をつけてるのは一つのタスクを1時間半以上続けてやらないように意識してます。つい性格的に動画の編集とかをガーってやってるともう1日平気でやっちゃうタイプなんですけど、でもそうするともう頭も疲れてくるし、そういう状態であんまりいいものって生み出せないんじゃないかなって思うから、特にクリエイティブなことをやるときは1時間半って時間を自分で設定してます。で大体のね、自分の絶対にこれ通り毎日過ごすってわけじゃないけど Google カレンダーで自分のカレンダーを作って、でこんな感じで10分前になったらアラームがそれぞれ鳴るようにしといて、でこれに沿って生活するようにしてます。で僕は今の状況すごいありがたいって思ってて、やっぱり仕事しながらとか毎日撮影しながらだとこうやって集中して何かを新しい知識を得ようとか本を読もうとかっていうこともなかなかできないことが今できてるっていうことにすごい感謝してます。僕の働くクルーズラインホーランドアメリカラインっていう会社なんですけど、契約はもう終わってね、仕事はなくなってもこうやって食事もあといい部屋も用意してくれて、できるだけストレスがないように生活させてくれててすごい感謝してます。でこの時間毎日寝て友達と飲んでパーティーしてってばっかりじゃちょっともったいないからね、夜バーに行ったりもしますけど、こんな感じで毎日生活してます。今日の動画について何か思うこととかあればぜひコメントに残してください。ではまた次のビデオで会いましょう。またね。